今回は作っておくととても便利なきのこ漬けの作り方をご紹介します。きのこをまとめ買いしておけばいろんなお料理にもアレンジができるので、作っておくと本当に重宝します。アレンジレシピもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回使うきのこはこちらです。お好みのきのこ全部で500から 600g ぐらいで仕込んでいきます。今回はエリンギ、しめじ、まいたけ、しいたけ、えのきの5種類を全部で 600g 用意しました。しめじは石突きを切り落とすよりも中心から1本ずつ抜くようにして取るとびっくりするくらいきれいに取れます。お味噌汁に少し入れたい時など包丁もまな板も必要ないので洗い物が出ることもなく便利です。最後は石突きだけ残ります。まいたけは手で裂いていきます。他のきのこもお好みの大きさに切っていきます。きのこは食物繊維が豊富ということはご存知だと思うんですが、最近注目の成分エルゴチオネインという抗酸化物質が含まれているそうです。エルゴチオネインは老化防止や認知症予防、風邪やウイルスで弱った体を回復するのに役立つと言われています。特にヒラタケ、シイタケ、エリンギなんかに含まれています。先ほどばらしたしめじにはオルニチンといってしじみと同じ肝機能を助ける成分が含まれているんです。二日酔いにしじみ汁を飲むといいって言いますよね。きのこそれぞれに違った良さがあったりしますので、いろんなきのこをブレンドしていただくといいと思います。次はニンニクです。ニンニクは薄切りにしておきます。ニンニクは血液サラサラ効果があるので、最近は積極的に摂るようにしているものの一つです。鷹の爪はお好みで量を加減していただきたいんですけれども、中の種が入ると非常に辛いので種を取り除いておきます。ハサミや包丁で輪切りにしておきます。これで下準備は完了です。油は引かず強火でフライパンを熱します。フライパンから煙が出るまで熱さないように気をつけてください。すぐ温まりますので、手を当てて温まったと感じたらきのこを入れます。軽く広げて、あとは触らずきのこの香りが立つまでじっと待ちます。引き続き強火で炒めます。最初は触りたくなるのをぐっと我慢してひたすら待ちます。きのこは水分が出ると旨味が水分の方に逃げていってしまいます。そのため強火で無駄な水分だけ飛ばして炒めるときのこの旨味をぎゅっと凝縮することができるんです。上手に炒めたきのこは水分がきれいに飛んでべちゃっと水っぽくなりません。最初にきのこに触ってしまうと新しい空気が入って温度が下がり、なかなか高温で炒めることができないので、香りが立つまでじっと我慢してくださいね。じっといじらず我慢してきのこの香りが立ったら炒めましょう。
この時キノコがキュッキュッと鳴きます。この音が出るのは水分が出ていない証拠。お子さんやお孫さんと一緒に作るときはキノコの鳴き声をぜひ聞かせてあげてください。喜んでくれると思います。炒め続けるとテカテカとツヤが出てきます。キノコの鳴き声が小さくなったら OK です。保存容器に移しておきましょう。次は調味料を熱していきます。フライパンにキノコの旨味が残っているので、同じフライパンを使ってください。先ほど切ったニンニクと鷹の爪を入れます。火にかけてキノコの旨味を落とすようにゴムベラで混ぜていきます。ひと煮立ちしたら OK です。漬けだれにキノコが浸かるようにします。キノコの水分を飛ばしたことで味の染み込みが早いので30分くらい置くだけで食べられます。日を追うごとにどんどん美味しくなっていくので多めに仕込んでおくといいと思います。30分のつもりが1時間経っていました。しっかり浸かっています。水分はしっかり飛ばしてあり、お酢も多めに入っているので冷蔵保存で1ヶ月ほど日持ちします。生のキノコはあまり日持ちしないので、たっぷり買ってきてこの方法で仕込んでおけば長く保存することができて便利です。完成です。水っぽくならず、漬けだれがしっかり染み込んでいます。食感もコリコリしていて美味しいんですよ。ニンニクが効いていてご飯が進みます。最後に卵黄をのせたらシンプルなごちそうに。コリコリ食感のキノコとクリーミーな卵黄との相性は抜群です。他にも簡単なアレンジを2つご紹介します。まずは即席スープ。キノコと漬けだれを入れてお湯を注ぎます。
最後にごま油を少し垂らし、青ネギを入れたら、漬けだれも利用した即席スープの完成です。きのこのエキスが溶け出した漬けだれも余さず活用できるスープです。最後はきのこパスタ。こちらも漬けだれを活用します。パスタはフライパンで火にかけながら和えた方がタレがよく絡みますが、面倒な時はボウルで混ぜるだけで十分です。今日はお米のパスタで作っています。最後にオリーブオイルと塩を少し入れたら完成です。一人でランチをパパッと済ませたいとき、こういうレシピは重宝しますよね。そのまま食べても美味しいきのこ漬けですが、いろいろアレンジできるので飽きることなく最後まで楽しめます。とても便利な常備菜ですので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。